こんにちは、えっちゃんです。今回はお菓子パレットを作っていきたいと思います。ゆうぽんちゃんの動画で勉強のお供にお菓子パレットっていうのを作ってたんですけど、今回ね、私もこちらの小物入れを使って、なんか出てきた。はい、お菓子パレットを作っていきたいと思います。ゆうぽんちゃんはその勉強の時とかさ、テスト勉強は今近いじゃん。そういう時とかに、作って食べたりとかするようにやってるらしいんですが、私もね、古典用の絵をね、チラ今ちょっとしか見せなかったんですけど、今書き進めてる最中で、わーいいなーと思って、私も作りたいって、いろんなお菓子つまみ食いしながらできたらめっちゃいいじゃんと思って、100円ショップに行って、お菓子をね、たくさん買ってきました。いやー、なんか楽しみになってきたな。上手にできるかわかりませんが、早速やっていきましょう。はい、ということで今回はこんなにいっぱいの種類のね、お菓子を買ってみました。でここら辺はビレッジヴァンガードで確か買いました。これね、韓国のお菓子。で、これはダイソー。これもダイソー。これもダイソーで、ここら辺ちっちゃいお菓子もダイソーです。この消えちゃうくんグミっていうのも100均だったかな。で、コロロ。私の大好きなやつ。これマンゴー味が出てたんで、これはビレッジヴァンガードで買いました。入れ物はね、セリアです。この中に詰めていきたいんです。こういうお弁当箱とかに入れるようなランチカップを用意したんで、こちらを敷いてからやって、カラフルな感じのパレットにしたいと思います。ゆうぽんちゃんの後にね、ポケルン TV とかね、みのりんもやっててね、なんかそれぞれオリジナリティが出てたので、私も最後ちょっとアレンジしていきたいと思います。じゃあね、まずはこのちっちゃいのをここに入れよう。ぴったりいい感じ。はい。これ入れる時点でもう楽しいんですけど、これちょっと大きいんだよね。余っちゃいそうなんですが、ちょっとやっぱり大きいかな。ちょっと無理やりだけど入れてみよう。まあ入らないことはない。これカラフルにしたいから使おう。とりあえずね、全種類のこのカップを入れたい。よいしょ。スッと。はい。一旦ね、こんな感じにカラフルにランチカップ入れてみました。で、こっからね、いろいろ入れてくんだけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個の入れられるとこがあるんですけど、お菓子ね、いっぱい用意しすぎちゃって、ちょっと厳選していきたい。で、気になってる、これね、消えちゃうくん。開けてみようかな。消えちゃうくんって何なんだ？柔らかい。柔らかい。ちょっと1個食べてみます。はい。なんかね、普通のね、ぶどう味の美味しいグミですね。消えちゃうくんって何なんだったんだろう。白のとこに入れようかな。一旦。続いて、やっぱりハリボーは入れたいよね。ここにしよう。ピンクのとこに入れます。次、これね、いいまのど飴。やっぱ手が汚れない系なんですよ、グミって。飴とかも。舐めてカリッとして美味しい。私好きなんですよ。これを入れたいと思います。ここに入れよう。飴はちょっといっぱい入ってるんで、ちょっと広いとこに入れます。私このグミ好きなんですよ。韓国のなんて言ったらいいかな、ヤクルト風のグミなんですけど、食べたことありますか？食レポするね。味見したいだけなんだけど、香り高い。ね、乳酸菌感じるんだよね、なんか。これ美味しいです。これもちょっといっぱい食べたいから、ここにいっぱい入れます。大量バッチリ。このグミほんと美味しい。大きいところには、ちょっとね、もう一個韓国のスイカのグミっていうのを買ってみました。ちょっと入れてみたいと思います。スイカバーの匂いする。ちょっと食べてみます。いただきます。スイカバーのグミ版。じゃあちょっとここら辺はこのちっちゃいのも入れようかな。チョコレートとか。M&M's カラフルだから白のとこ入れようかな。いやでもな、ピュレグミここ2個に入れようかな。ちょっと移動しよう。これ、いいまのど飴移動します。いいまのど飴をブルーのとこに入れよう。ちょっとコロロ絶対入れたいけど、コロロでかいんだった。忘れてた。なので、ちょっといいまのど飴を移動します。で、M&M's は白のとこに入れます。と思いきやこっちに入れます。はい。ピュレグミ、今回はレモンとブドウを用意したんで、これをここに入れようかな。ちょっとシゲキックスとこのアメリカのお菓子は、今回はお菓子パレットには入れない。残念。スタメンはこっちになりました。じゃじゃーん。入れていくよ。
入れてくよ入れてくよ入れてくよったら入れて。はい、ピュレグミ。これ昔めっちゃ食べてたんだよね。はい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 。いいんじゃない？かわいいよ、今んとこ。じゃあ最後に、コロロ入れましょう。ちょっと味見しよう。やばいうわー、全部入れですね。全部入れ決定。入った。めっちゃうまい。てか、色ちょっと偏っちゃった、真ん中。黄色いバーみたいになっちゃったね。でも完璧です、これ。完璧。もうこれ出来上がりですね。こちらは私のお菓子パレットでーす。じゃじゃーん。あとはね、これ閉じて、パカッと。これでね、もう持ち運びできるお菓子パレットが完成したんですが、ちょっとね、ここシール剥がした後とか、あんまり可愛くないので、シールとかアクリル絵の具でデコってきます。はい、ということで、ここにね、絵柄を描いていきたいと思います。一応ね、ざっくり油性マジックで下書きしていきます。今回はとんかつ描こうかな。はい、ざっくりね、下書きができました。ここに合わせてアクリル絵の具で描いていきます。アクリル絵の具っていうのは、ガラスとかにも描ける絵の具なので、もちろんね、こういうプラスチック製のものにもしっかり描けます。あまり水に薄めないのがおすすめです。はい、ということで完成。絵の具だけでこんな感じに仕上げてみました。なんかちょっと面白くないですか？とんかつがひょこっと出てて、パカッと開けると、じゃーん、お菓子の宝石箱やーって感じで、グミとか飴がたくさん入ってます。あとチョコね。勉強中とかお絵描きの時にちょっとつまみ食いしたいと思います。で、ちゃんと蓋付きなので、食べてる途中、続き明日にしようとか、勉強終わりと思ったら、パカッと閉じて終わりです。はい、ということでね、バッチリ上手にできました。残ったね、お菓子とかは、また、パレットの中身なくなったら補充していったりとかして食べていきたいと思います。ということで、こちらの動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひね、私も作ってみて楽しかったんで、皆さんの作った感想とか、私はこんな時に食べてるよっていうのも教えてください。皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。